皆さん、こんにちは。ロイヤルオンタリオ博物館の日本美術文化担当の学芸員、竹末明子と申します。本日はロムのオンライン展覧会、Aftershocks Japanese Earthquake Prints 日本の生杖を紹介いたします。この展覧会はロムと国際交流基金トロント文化センターとの共催で2022年11月中旬からロムのウェブサイトで公開されます。展覧会は英語とフランス語のみなんですが、本日は日本語で簡単な内容紹介をしたいと思います。この展覧会は、ロムが2000年に購入した生杖の折本、アコーディオンタイプのアルバムなんですけれども、ここに貼られた87枚の生杖を紹介するものです。生杖をまとめて貼り込んだこのような折本、アルバムは、日本にもいくつか例はあるんですけれども、当時集めた人による序文がついているのは大変珍しいものとなっています。で、生杖とは何かということなんですが、これは1855年、江戸時代の末期に起きた安政大地震の後、2ヶ月にわたって作成販売された瓦版や木版画を総称して生杖と呼んでいます。で、ナマズが地震を起こすという俗信は皆さんもご存知だと思うんですけれども、これらの版画はナマズのパロディを中心に地震後の世相を面白おかしく風刺したものが多くなっています。で、一方で地震をリアルに描いた、再現した左のような絵もあるんですけれども、漫画のようなコミカルな右のような絵まで300種以上のナマズ絵が2ヶ月という短い間に作成されたと言われています。ただし、誰が作ったのかはよく分かっていません。というのは、地震後に、社会が混乱したため、通常であれば幕府による検閲制度が、印刷物には適用されるんですけれども、それが、適用されなかったんですね。そのため、版元や、絵を描く人、文を書く人、それぞれ、名前を明かさずに、自由に風刺を盛り込んで、生杖を作成できたからなんですね。で、この展覧会では、87枚のアルバムの生杖から40枚ほどを選んで、純不動の3つのストーリーによって生杖の世界を紹介しています。生杖は江戸時代末期の江戸という町に特有な社会状況の中から生まれた得意なジャンルの浮世絵なんですけれども、今日気候変動などで世界中で激しい自然災害が多発し、ニュースメディアやソーシャルメディアによる被害の状況や、風刺なども広く発信されている現在、170年ほど前の江戸を席巻した生杖の意義を再確認することにも意味があるんではないかと考えております。で、この展覧会ではデジタル展覧会の利点を生かして、実際の展覧会では見ることが難しい版画の細部のクローズアップがたくさん見られるようになっています。また、アルバムアコーディオンタイプなので、広げますと非常に長く伸びるんですけども、その写真ですとか、関連トピックについて専門家が話をするビデオ、またインタラクティブの 3D 画像など、盛りだくさんの内容になっています。ストーリー1では、ナマズと地震の関係を示すナマズ絵を紹介し、江戸の人々がどのように地震を理解していたかを探ります。この言い伝えでは、地下に住む大ナマズが、通常は鹿島神宮にいる鹿島神によって、要石を使って抑えられているんですけれども、この安政地震が起きたときには、鹿島神が留守にしてたんですね。で、その隙をついて大ナマズが、暴れ出して地震が起こってしまったということなんです。で、ナマズ絵もこの、言い伝えをパロディにしています。で、一方で地震の被害をリアルに伝えるこういったナマズ絵もあります。さらにロムが所有する日本ナマズの標本について、魚類の学芸員が説明するビデオに、この立体画像をインタラクティブに動かすことのできる、シーンもあります。ストーリー2では、地震やナマズに対しての人々の多様な反応に焦点を当てます。地震の被害に遭った人々は、地震の元凶である大ナマズを懲らしめたり、謝らせたり、復讐したりします。例えば右のこの図では、
ナマズがかば焼きにされています。人々はかば焼きを食べることによって復讐をするわけですね。一方、地震のおかげで得をした人たち、例えば復興景気で収入が増えた大工や左官たち、この真ん中のグループの人たちなんですけれども、ナマズと人々の戦いを傍観したり、ナマズをいじめる人々を止めようとさえします。例えば、ここにいる人は大工さんなんですけれども、人々を止めようとしています。でこのナマズ絵で面白いのは、人々が騒いでいろんなことを口々に叫んでいるんですけれども、その人々の声がこうやって書かれているんですね。セリフのように書かれています。ですので、この展覧会では人々の一人一人の顔をクローズアップして、セリフを翻訳して紹介しています。こうしたユーモアがいかに地震で被害に遭った人々の心を癒したかということにも焦点を当てていきます。ストーリーさんでは、世直しのための地震という観点から、社会や世相を風刺したナマズ絵を集めました。当時の江戸の町では商業主義が発達していて、大商人が富を独占し、一般の庶民との格差が生まれていました。しかし、地震後に政府や金持ちによって、お金やお米が寄付されたんですね。それは貧しい人々にとっては思いがけない幸運であり、復興景気によって潤った職人たちにとっても、地震はむしろ病んだ社会を正し、富を再配分するために起きるべくして起きたんだという発想になってきます。ので、多くのナマズ絵もそうした風刺を込めるようになりました。例えば左の絵では、大黒様が打ち出の小槌で人々にお金を降らせています。で、右の絵では、上の方にいるのがお金持ちなんですけれども、彼らのお尻から出たお金を、下の職人たちが、得ている。これは、復興景気を、風刺したものですね。で、時間が経つにつれ、こうした儲けた職人たちがあからさまに浪費をするようになります。で、それを揶揄した、こうしたナマズ絵も生まれてきます。さらに、地震の2年前に起きた黒船来航、ペリーの来航ですね。これをナマズ、あるいは地震と比較したこうしたナマズ絵も生まれています。作者たちは様々な題材をユーモラスにかつ鋭く切っていくんです。ただし、ナマズ絵は2ヶ月後には幕府によって発禁になってしまいます。安政大地震後も何度も大地震は日本各地に起き、ナマズ絵も出版されたんですけれども、安政の時のようなブームは起こりませんでした。ロムの展覧会の各ストーリーは、ナマズ絵でなく、歌川広重の名所江戸百景の玉川堤の桜で締めくくられます。安政地震のわずか4ヶ月後に出版されたこの版画は、あたかも地震などなかったかのような平穏な江戸の姿を描いています。このシリーズ自体、地震からの復興を示す目的で作られたのではないかという説もあって、ナマズ絵との対比に興味を惹かれます。以上簡単ですが、ナマズ絵の展覧会をご紹介しました。ぜひ、ロムのウェブサイトからアクセスして、このユーモアあふれる奥の深いナマズ絵の世界を楽しんでください。ありがとうございました。